赤とんぼ、新見南吉。赤とんぼは3回ほど空を回って、いつも休む一本の垣根の竹の上にちょいっと止まりました。山里の昼は静かです。そして初夏の山里は本当に緑に包まれています。赤とんぼはくるりと目玉を転じました。赤とんぼの休んでいる竹には朝顔のつるが巻きついています。昨年の夏、この別荘の主人が植えていった朝顔の結んだ実がまた生えたんだろうと赤とんぼは思いました。今はこの家には誰もいないので雨戸が寂しく閉まっています。赤とんぼはついっと竹の先から体を離して高い空に舞い上がりました。3、4人の人がこっちへやってきます。赤とんぼはさっきの竹にまた止まってじっと近づいてくる人々を見ていました。一番最初にかけてきたのは赤いリボンの帽子をかぶったかわいいお嬢ちゃんでした。それからお嬢ちゃんのお母さん、荷物をどっさり持った書生さんと子3人です。赤とんぼはかわいいお嬢ちゃんの赤いリボンに止まってみたくなりました。でもお嬢ちゃんが怒ると怖いなと赤とんぼは頭をかたげました。けどとうとうお嬢ちゃんが前へ来たとき、赤とんぼはお嬢ちゃんの赤いリボンに飛び移りました。あ、お嬢さん、帽子に赤とんぼが止まりましたよ、と書生さんが叫びました。赤とんぼは今にお嬢ちゃんの手が自分を捕まえに来やしないかと思ってすぐ飛ぶ用意をしました。しかしお嬢ちゃんは赤とんぼを捕まえようともせず、まあ私の帽子に嬉しいわと言って嬉しさに飛び上がりました。つばくらが風のようにかけて行きます。かわいいお嬢ちゃんは今まで空き家だったその家に住み込みました。もちろんお母さんや書生さんも一緒です。赤とんぼは今日も空を回っています。夕日がその羽を一層赤くしています。とんぼ、とんぼ、赤とんぼ、すすきの中は危ないよ。あどけない声でこんな歌を歌っているのが聞こえてきました。
赤とんぼはあのお嬢ちゃんだろうと思って、そのまま声のする方へ飛んでいきました。思った通り、歌ってるのはあのお嬢ちゃんでした。お嬢ちゃんは庭で行水をしながら一人歌ってたのです。赤とんぼが頭の上へ来ると、お嬢ちゃんは持ってたおもちゃの金魚を握ったまま、あたしの赤とんぼと叫んで、両手を高く差し上げました。赤とんぼはとても愉快です。書生さんがシャボンを持ってやってきました。お嬢さん、背中を洗いましょうか？いや。だって、いや。お母さんでなくっちゃ。困ったお嬢さん。書生さんは頭をかきながら歩き出しましたが、朝顔の葉に止まって二人の話を聞いている赤とんぼを見つけると、右手を大きくぐるーっと一回回しました。妙なことをするなぁと思って赤とんぼはその指先を見ていました。続けてぐるぐると書生さんは右手を回します。そしてだんだんその円を小さくして赤とんぼに近づいてきます。赤とんぼは大きな目をギョロギョロ動かして書生さんの指先を見つめています。だんだん円は小さく近く、そして早く回ってきます。赤とんぼはめまいをしてしまいました。次の瞬間、赤とんぼは書生さんの大きな指に挟まれていました。お嬢さん、赤とんぼを捕まえましたよ。あげましょうか？バカ！あたしの赤とんぼを捕まえたりなんかして、山田のバカ！お嬢ちゃんは口を尖らして湯を書生さんにぶっかけました。書生さんは赤とんぼを離して逃げていきました。赤とんぼはほっとして空へ飛び上がりました。いいお嬢ちゃんだな、と思いながら。空は真っ青に晴れています。どこまでも澄んでいます。赤とんぼは窓に羽を休めて、書生さんのお話に耳を傾けています。かわいいお嬢ちゃんと同じように。それからね、そのトンボは怒って大雲のやつに食いかかりました。食いつかれた大雲は、痛い、痛い、助けてくれってね、大声に叫んだのですよ。すると、出てきたわ、小さな雲が雲のように出てきました。けれども、トンボはもともと強いんですから、片端から
雲に食いついて、とうとう一匹残らず殺してしまいました。ほっとしてそのトンボが自分の姿を見ると、これはまあどうでしょう。雲の血が真っ赤についてるじゃありませんか。さあ大変だって、トンボは泉へ飛んで行って体を洗いましたが、赤い血はちっとも取れません。で、神様にお願いしてみると、お前は罪のない雲をたくさん殺したから、そのたたりでそんなになったんだ、と叱られてしまいました。そのトンボが今の赤トンボなんですよ。だから赤トンボは良くないトンボです。書生さんのお話は終わりました。私はそんなむごいことをした覚えはないが、と赤トンボが首をひねって考えましたとき、お嬢ちゃんが大声で叫びました。嘘だ嘘だ。山田のお話はみんな嘘だよ。あんな可愛らしい赤トンボがそんなむごいことするなんて、雲の赤血なんてみんな嘘だよ。赤トンボは本当に嬉しく思いました。例の書生さんは顔を赤くして言ってしまいました。窓から離れて赤トンボはお嬢ちゃんの肩につかまりました。まあ、あたしの赤トンボ。かわいい赤トンボ。お嬢ちゃんの瞳は黒く澄んでいました。暑かった夏はいつの間にか過ぎ去ってしまいました。朝顔は垣根に巻きついたまましおれてました。スズムシが涼しい声で鳴くようになりました。今日も赤トンボはお嬢ちゃんに会いにやってきました。赤トンボはちょっとびっくりしました。それはいつも開いている窓が皆閉まっているからです。どうしたのかしらと赤トンボが考えたとき、玄関から誰か飛び出してきました。お嬢ちゃんです。あのかわいいお嬢ちゃんです。けれども今日のお嬢ちゃんは悲しい顔つきでした。そしてこの別荘へ初めて来たときかぶってた赤いリボンの帽子をつけ、きれいな服を着ていました。赤トンボはいつものように飛んで行って、お嬢ちゃんの肩に止まりました。あたしの赤トンボ、かわいい赤トンボ。あたし、東京へ帰るのよ。もう、お別れよ。お嬢ちゃんは、小さい細い声で泣くように言いました。赤トンボは悲しくなりました。自分も
お嬢ちゃんと一緒に東京へ行きたいなと思いました。その時、お嬢ちゃんのお母さんと赤とんぼにいたずらをした書生さんが出て参りました。では参りましょう。皆歩き出しました。赤とんぼはやがてお嬢ちゃんの肩を離れて垣根の竹の先に移りました。あたしの赤とんぼよ。さようなら。かわいいお嬢ちゃんは何べんも振り返って言いました。けど、とうとう皆の姿は見えなくなってしまったのです。もうこれからはこの家は空き家になるのかな。赤とんぼは静かに首を傾けました。寂しい秋の夕方など、赤とんぼは雄花の穂先に止まって、あのかわいいお嬢ちゃんを思い出しています。